ノッテ・ステラータで感動を呼んだダニーボーイはデビッド・ウィルソンさんの振り付けです。羽生選手とデビッドのコラボレーションは羽生選手が17歳の時に始まり、ノートルダム・ド・パリ、ロミオとジュリエット、ノッテ・ステラータ、春よ来い、クリスタル・メモリーズ、あの夏へ、レゾン、ダニーボーイと続いています。ノッテ・ステラータに際し、2人のツーショットも話題になりました。今日は羽生選手と期待の天才振付師デビッド・ウィルソンの歴史を振り返っていきたいと思います。デビッド・ウィルソンさんはカナダ・トロントに位置するクリケットクラブで、ある日ブライアン・オーサーから興味深い情報を伝えられました。それは日本から驚くべき才能を持つ少年がクリケットクラブにやってくるというものでした。デビッド氏は羽生結弦選手の名前やその才能については以前から耳にしていました。しかし彼を実際に見たことはなかったのです。当時17歳の羽生選手に対してデビッドはこう語っていました。ゆずは本当に素晴らしい。滑りには信じられないほどの柔軟性があり、さらにトーラー・クランストンのようなカリスマ性とダイナミックで燃えるような感じや強烈な迫力がある。ゆずはまだ少年だが何でもできそうだという興奮を感じた。まだ17歳の高校生の頃から羽生選手は選曲に対してしっかりとしたこだわりを持っており、最初の話し合いではオペラ座の怪人を熱望していました。しかしデビッド氏は少し戸惑ったと言います。僕はパトリック・チャンの振り付けを担当していたこともあり、ファントムがパトリックにとっても当時の代名詞の一つとなっていたからです。パトリック・チャンのオペラ座の怪人はデビッド氏の振り付けではなくローリー・ニコルさんの振り付けでした。それでも将来羽生選手とパトリック・チャンさんはライバルになるだろうとデビッド氏はまだ17歳だった羽生選手を見て考えていました。そしてどちらの選手に対してもリスペクトがあり、なんとなく気まずかったのです。またオペラ座の怪人は多くの人が演じすぎているという考えもあり、できない、他のものを探そうと羽生選手に伝えました。それで代案として見つけたのがノートルダム・ド・パリです。以前デビッド氏が羽生選手の尊敬するジョニー・ウィアーさんに振り付けたこともあり、ジョニーが演じたということで羽生選手も気に入り、それに同意したという経緯がありました。2013年の五輪シーズンにはさらに興味深いエピソードがありました。デビッド・ウィルソン氏は羽生選手とのやり取りについて次のように述べています。彼は何をやりたいか自分の頭の中で考えを持っていた。私にももちろんアイデアがあったが、彼は絶対にロミオとジュリエットをやりたいと言った。私は、ああ、どうしよう、まただ、と思いました。私はすでにサーシャ公演でやっていたし、振付師はみんな何度もやっていると思う。その時、羽生選手からデビッド氏に届いた長文の感動的な手紙の中身についても触れられています。その手紙はデビッド氏曰く、ものすごい内容で、そこには、この五輪で優勝したいんだという羽生選手の強い意志が示されていました。お願いですから手を貸してください。この曲でやらなくちゃいけないんです。オリンピックチャンピオンになるためなら、あなたに言われたことは何でもする。だけど、お願いだから、この曲を使ってください。やるしかないんです。何でもやる。死ぬ気でやる。自分は若いからといって次の五輪まで優勝を待つつもりはない。この五輪で優勝したいんだ。デビッド・ウィルソン氏は言いました。映画ザ・エージェントでトム・クルーズが僕を助けてくれって叫んでいるみたいだった。なんて熱い子なんだろうと思ったよ。そのメールの内容にとても激しい子だと驚いた反面、こんなにも力強く自分の意思を表明するスケーターに出会ったことはなかったと、その真に迫る言葉に感動したそうです。ソチ五輪の後、しばらく2人は競技のプログラムから距離を置きます。羽生選手がフリーの振り付けをシェイリーン・ボーンさんに変更したからです。デビッド氏は、ゆずがジェフやシェイと続いているのは良いこと。最高の作品を生み出すには、プロセスとして選手を知る必要がある。1週間じゃできないと語っています。しかし、なぜ僕がゆずのショートプログラムを振り付けられないんだってジェフに文句を言ったことがある。
ゆずを振り付けるジェフが羨ましくて嫉妬したんだ。だけどその理由はゆずが当時スタミナ不足で壮大な SP が滑れないからだと言われた。僕が振り付けた2つのフリーでゆずは死にそうになっていた。僕の振り付けがシェイやジェフより難しいと言っているわけじゃないけどね。その後、羽生選手の成長は目覚ましく、特にボーヤンとの競争が羽生選手に影響を与えました。パトリックが戻り、スケートカナダで4回転1つ、アクセル1つだけ入れていた。ボーヤンはすでに3回転や4回転4回転4回転を飛んでいた。その大会から戻ったゆずは燃えに燃えていて、ジェフに SP に4回転を2つ入れる、シェイにフリーの4回転を増やすと電話を入れた。どうなることかとジェフが頭を抱えていたのを覚えてるよ。デビッドは羽生選手の強い意志についても述べています。ゆずは終盤でヘトヘトになると以前僕たちは話してました。その通り倒れ込んでた。でも強い意志でスタミナ不足に取り組み克服した。ゆずは望みを意志の力で実現する人だと思う。彼は競技者、アスリートとして素晴らしいのと同じくらい卓越した表現者でもあるんだ。彼には10人分のカリスマが備わっているんだよ。振り付けや演技において細かなニュアンスを生かす能力がある。意味深な間、何でもないような間でも忘れがたいものにすることができる。それは彼自身が心からそれを感じ取っているからだと思う。それから彼は猫のように体を動かすこともできる。彼にはできないことなんて何もない。しばらくのブランクを経て、再びのコラボであるノッテ・ステラータについて大沢コーチに語ったことがあるそうです。羽生選手とのショーナンバーを作ることはとても楽しい。なぜなら彼はプログラムに 100% の情熱を注ぎ込んでくれるからだ。ノッテはジャンプを含まない方向で進めることに決めたのは僕のアイデアだ。ユズのディレイドアクセルが大好きだったからね。ジャンプを披露することなく最後まで進む。そして突然ディレイドアクセルが現れ観客を驚かせる。そしてトリプルアクセルに続く。彼は本当に音楽の全てに浸り僕についてきてくれた。僕にとって振り付けとは魔法の蜘蛛の巣を紡ぐようなものだ。全てがつながり広がっている。まるで人生そのものだ。そしてユズは素晴らしいスピナーであり、回転も速く軸もぶれない。まるで駒のように回り柔軟性もあり本当に美しい。ユズのようなスピンが優れたスケーターは驚きの瞬間を演出することができる。また、ピョンチャンオリンピックのエキシビジョンでノッテ・ステラータを披露した時のこともとても光栄なことだったと振り返りました。最初の2年間は自分の力不足で彼に正しく伝わらなかった。何とかして伝えようとしたが方法が見つからなかった。だから一度身を引いてシェイと彼の素晴らしいスケートを見守った。再び彼と一緒にコラボレーションする機会が訪れた時、本当に多くの意味で報われたと感じた。私は本当に幸せでした。そして羽生選手の代表曲の一つ、春よ来いを振り付けた時のことも語っています。外国の楽曲の場合はどのスケーターに対してもどんな曲か尋ねるそうです。羽生選手は曲を説明するのがとても上手だったと言います。その時は時間があまりなくて、振り付けは急いで仕上げなくてはならなかった。日本に飛び、月曜日と火曜日にゆずとリハーサルをした。実質1から2日で仕上げたのです。ゆずには才能と情熱がある。スケートが素晴らしいだけでなく頭の回転がとても速い。ゆずは今回の振り付けについてとてもスイートなことを言ってくれました。いつもあなたが僕を成長させてくれるように感じるとね。彼はあの曲にとても強い思い入れがあったと思う。ホテルの部屋で何時間も曲の全てのニュアンスを確認していた。そして彼がそれを演じるのを見たけれどもう信じられないくらいだった。月曜に振り付けて金曜には演じていたんだ。プルシェンコの奥さんと一緒に見ていたんだけど、彼女は天を仰いでいたね。まるで天から降ってきたみたいだったよ。ゆずが滑るとき何をしていようと、ゆずは全員の注目を一身に集め、他の誰の存在もかき消してしまう。それは本当に特別な才能なんです。カリスマ性を教えることはできないからです。カリスマ性はジャンプを飛ぶ才能以上に特別な才能です。ジャンプを飛べる選手は大勢いても、観客の心をわしづかみにする選手はなかなかいません。あの夏絵を見てその美しさに衝撃を受けた人も多いでしょう。羽生選手の新しい面を見せた瞬間でした。
そしてこの曲もデビッド・ウィルソン氏の振り付けでした。あの夏絵をギフトのために振り付けたのは1月初旬です。ゆずの頭の中に完全にコンセプトが出来上がっていて、彼の想像するファンタジーを具現化する手伝いをするのが僕の役目だった。コンセプトは水のせいです。川や清流、湖を操る力があるが押し寄せる大きな津波はどうしても制御できず、大きな自然災害に見舞われた土地に心を痛め癒しを施すというもの。ズームで 3,4 回やり取りしました。対面で振り付けできたらもちろんその方が楽しいのですが、ゆずはいつもしっかりと準備をしてきてくれるから仕事がしやすかったです。そして宮川大成さんとのコラボレーションで話題になったレゾン。これもデビッド・ウィルソンさんの振り付けです。羽生選手はレゾンの歌詞を1行ずつ訳してデビッド氏に伝えたそうです。その中で羽生選手は氷の上で横になりコレオを踊りたいというアイデアを持っていました。これまでとは異なる結果になるだろうとワクワクしていた反面、具体的なイメージが浮かばなかったデビッド氏に羽生選手が様々なアイデアを提供し、イメージが明確になりました。そういったことを踏まえ、デビッド氏はズームでの練習は難しい部分もあったが、ゆずは機械の操作など何でもできるのでうまくいった。彼の能力は本当に高い。彼の意志は強い。だからどんな状況でも何とかしてくれると語りました。ファンタジー・オン・アイスでノートルダムを再演した時の感動も語っています。公演の後で、あの場面はあなたに捧げたと聞いて涙がこみ上げた。ゆずは最近何度も心のこもったメッセージを送ってくれる。僕らのような振付師は普段そうやって感謝されることがあまりない。本当にグッときたんだよ。羽生選手が特別な存在なのはたくさんの理由があるが、まず彼の熱量、内面から突き動かされてるようなモチベーション。こういう人がレジェンドになる。あらゆるスポーツにおいてそういう人物がいる。単に何度か勝ったというだけではなく、その競技を圧倒的に支配して後世にまで語り継がれる。それがゆずです。そのものなのです。彼は元チャンピオンというだけでは終わらない。一つの時代がゆずるの時代。そしてもう一つ、最近の彼はカリスマ性のあるとてつもないパフォーマーに成長した。それこそ稀に見るものだ。私の親友のサンドラ・ベジックは、ゆずはロックスターね、ミック・ジャガーに匹敵するようなと言っていた。彼が氷上に一歩踏み出すとそこにはもう彼以外は誰もいなくなってしまう。その場を完全に支配するんです。彼が滑り出す。するとまるで俺を見ろと何をしなくても言っているように見える。言葉にするのは難しいですが、そんなことがどうやってなぜ起こるのか説明できない。でもその正体が何であるにせよ、ゆずは持ってる。ゆずに対する希望としては、本当の意味でのプロパフォーマーとして現代のプロスケートの範疇を超えた形で極めてほしいです。ここ20年の傾向でアイスショーは全てエキシビ公演になってしまっている。たくさんのスターを集めてそれぞれが滑ってお決まりのグループナンバーを披露する。そういう安易なものではなく、もっとショー全体の芸術面が重視されていて、ちゃんとしたコンセプトがあるものが良いと思っている。ゆずはもうスポーツとしてのフィギュアスケートは極めた。彼のカリスマを生かしつつ、さらに広大な視点で模索してほしい。単にソロの演目を滑るのではなく、ゆずを主役にした大きな舞台ができたら最高です。そして世界規模で活躍してほしい。多くの人がサポートするだろう。彼が作り上げるものは必ず素晴らしいに決まっている。彼にはそれだけの価値がある。いかがだったでしょうか。羽生選手が10代の時に演じたロミオとジュリエットやノートルダム・ド・パリも素晴らしかったとは思いますが、最近のデビッド・ウィルソン氏の振り付けとの親和性は素晴らしいと感じます。個人的に非常に好きな組み合わせです。次のコラボレーションが今から楽しみです。それでは最後まで動画を視聴していただきありがとうございました。この動画がいいなと思ってくださったらチャンネル登録お願いします。それでは皆様、良い1日をお過ごしください。